リリラボ DIY 部部長のガイです。今回は、6月に再セットアップしてもらった ETC の調子が悪くてゲートが開かないことが多いので、アンテナが原因かなと思ってもう一個予備で持ってた ETC のアンテナに交換しようと思います。こちらが予備で持ってた ETC です。今回は本体には問題がなくてアンテナが壊れてるのかなと思ってるので、一旦これのアンテナだけを外してBRZ についてるアンテナと交換しようと思います。じゃあアンテナ通ってるところからしていきます。ナレーションは私リリーが担当いたします。サイドカバーを下側にある切り欠きから剥がします。次にウェザーストリップを引っ張って上の方まで外します。はい、A ピラーガーニッシュです。引っ張ると外れます。でこういうプラスチックの部品がここの穴に縦と横がこう直交する形で入ってるんで、これを回転させつつ脱ぐと。こっち側も同様です。で車体にはこの2本の爪がこの2箇所の穴に刺さってますので、これを切る。でここの穴にはこのさっき取ってたこの部品のここにピンがあって、これが刺さってるんで、つけるときはこの角度がこう回転した状態だとここに入らないんで、これをまっすぐ揃えてやって押し込むと入ります。上も同様ですんで、取るときは上外してこれ抜いて、下も外して抜いてピン抜いてみたいな形ですかね。現在ついているアンテナを剥がします。フロントガラス用の耐熱の両面テープで貼ってあるのですが、とても粘着力が強いようです。よいしょ、取れた。熱い。ちょっと休憩が腹筋がはい、 ETC のアンテナとかはここの裏側にまとめてあるんで、ちょっとそこにアクセスするためにこの辺りのダッシュボード周りを外していきます。でこれを引っ張るだけ。次にこいつも引っ張るだけですね。はい、はい、グローブボックスですが、まずこういう丸いポールみたいな棒みたいなのがあって、そこにこいつが噛んでます。でそれで回転するようになっていて、でその回転を止めるのはどうやって止まってるかっていうと、この左右に開口部があって、そこにこのグローブボックスのこれがストッパーになって、ガバッと開ききらないようにストッパーになってると。でなんでかわかんないですけど、右側はグローブボックス側にこのショック吸収のスポンジみたいなのがついてて、左側はこっちの開口部についてます。なんで僕はこの右側のこいつがこっちから引っこ抜くとここに引っかかってこのスポンジが取れたりしたら嫌なんで、左側をちょっとこう寄せるようにして左から抜くようにしてます。いっぺんつけてみましょうか。いっぺんってあんま言わないですね。まずこの右側のストッパーを入れるといいかな。でちょっとこいつをぐにゅっと曲げながら左側を入れる。あとは下の爪をしかもダンパーを忘れずにつける。見えない。
はい。じゃあ外してみますね。大体の車のグローブボックスは似たような構造になっているそうです。ETC 本体はこんなこともあろうかと粘着テープではなくてマジックテープで留めてあるので、これは取れた。ダッシュボードの裏側に通していたアンテナケーブルを抜きます。アンテナの貼り付け跡に乗り残りがたくさんあるのでむしり取っていきます。これ時間かかるで。と宣言された通り、すごく時間がかかっていました。これ何か良いやり方ないのでしょうか。こんなもんかな。この作業すると1週間ぐらい爪が使い物にならなくなるからもう大っ嫌い。はい。なんとか綺麗になりました。ほら、爪剥がれた。痛い。はい、おなじみパーツクリーナーで掃除します。綺麗になった。動画だと分かりにくいですが、わずかに残っていたのり跡も綺麗になりました。こちらが交換用のアンテナです。原因がアンテナかどうかははっきりしないので、また変える可能性もあるから、適当な両面テープで仮止めします。交換用のアンテナをフロントガラスに貼り付けます。アンテナケーブルを内張りの裏側に押し込みます。A ピラーを通ってダッシュボード裏まで通します。ETC 本体までたどり着いたらほぼ完成です。外した部品を順に元に戻します。まずはダッシュボード周り。次にサイドカバー。それからグローブボックス。外し方のところで一遍はめてみた手順ではめています。そしてなぜかこのタイミングで ETC の稼働確認。正常動作して一安心です。最初に説明した手順で A ピラーカバー戻してきます。まず2箇所あるプラスチックのストッパーをカバー側の穴に差し込みます。ストッパーの向きを整えてから A ピラーカバーを元の位置に戻します。これ薄暗くなって中の方が見えなくなると予想外に苦労するので作業時間帯にご注意ください。外したウェザーストリップつけるときにこっち側からこうつけていくと結構ここで余りがちなんですよね。ですので先にこっちの位置を合わせてから間を埋めていくのがいいと思います。こんな感じですね。さてさて、アンテナ交換で問題は解消されるのか、高速道路に乗ってチェックします。
ドキドキしながら ETC の入り口へ。おー、通過できました。降り口も気が抜けません。よし、オッケー。もともと通過できたりできなかったりだったので、別の日にも試しました。よっしゃー、いつも引っかかるとこ。最後にもう一箇所。はい、クリア。これでもう料金所で引っかかって後続車に迷惑をかける心配をしなくても大丈夫そうです。よかった。今回はこんな状態で作業していました。なのでたまに犬がガイさんを呼ぶ声が入っています。撮影時はできるだけ腕で隠れないようにと、ガイさんはこんな体勢でグローブボックスを外していました。告知コメントにでも添付したら面白いかなとこっそり撮ってたら、大体のダッシュグローブボックスこんな風にしてるの。バレた。何何撮ってんの。ここまでご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になった場合は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。